一つでなくて、元コンセプトが両極なのを同時に。この音楽講座、前回までので、ロジックの初期設定は済んだとして、次。それで何に鳴らすか、ブックラですね。要はスピーカーのリファレンス CD みたいなものでして、だから、なるだけネイキッドなリファレンスとしてのやつを、わかんないけど、真にネイキッドな音源としたブックラとムーグとメロトロンの3つを理解できていれば、他は大体応用でいけるかなと。よっぽどのもの以外コンセプト自体はその3つから大して変わってないんで。ってわけで、まずはブックラ。ブックラで決定的なのはやっぱりそのネイキッドなアナログ変調っていうことですね。で、これはアナログのではなくて、アートリアンのエミュレーターです。ブックラとムーグとメロトロンは3つとも60年代初期のほぼ同時期に開発されたものだけど、ブックラはサンフランシスコなんで、フラワーでヘイトアシベリーなシンセでして、比べてみると、ムーグは色が黒と茶色、ブックラは色がカラフル。メロトロンの色は白。ムーグは東海岸コンセプト。ブックラーは西海岸コンセプト。メロトロンはスインギングロンドン。だけどバーミンガム。スインギングロンドンっていうのは要するにオースティンパワーズです。ワウフラですね。ムーグは減産方式の原型。ブックラーは変調系の原型。メロトロンはサンプル型の原型。まあこの説明完全にわかりやすさの罪ですが。それでもムーグが新宿でブックラーがナンバーでメロトロンが博多みたいなそういうことですね。まずはパネルを凝視する。大体のシンセは左から右に信号行く感じでパラメータのセクションが並んでるんで、イニシャライズとしてはその逆からアンプ上げといて、ゲート開いて、オシレーターさせばなんか音鳴るんだなってな感じの推察で。アウトプットセクションのマスターボリュームとチャンネル AB を上げて、ローパスゲートのレベル1、2を開いたら、音が出た。ってことは、これが刺さってるオシレーターの音だな、と。パッチ穴はソース別に色分けされてまして、それらを変調先の黒色穴に刺して変調させるってことなんだけど、CV の入出力ジャックを刺してみる。青がシーケンシャルボルテージソース。オレンジがエンベローブジェネレーター。黄色がパルサー。右上にモジュレーションオシレーターの単体アウト。モジュレーションオシレーターはコンプレックスオシレーターに内部接続されてるんで、単体で取り出すときはモジュレーション CV アウトから突っ込むと。これが上のセクションからの出口タッチで、下のセクションからは白がランダムボルテージ。紫がプレッシャー。元々のコントローラーは静電容量のやつなので、圧力ではなくて、接触している皮膚領域の量でアフタータッチを実現してるって感じです。他にミディコネクションとプリセットボルテージソースとエンベロバーブトとインバータの出力穴がついてると。CV アウトはこれで全部で、CV インは黒の穴。CV インのすぐ上のスライダーは、それぞれ2本ずつがペアになってて、左がアテネーターで右がマニュアルコントローラー。その組み合わせとして全部並んでまして、その CV アウトの元パラメータをなんかして、CV インに突っ込んだところのアテネーターをどうしたらどうなるかって、まあそういうことですね。このエンベローブとパルサーとモジュレーターが、オシレーターの左にあるっていうところの、変調発音型ゆえの並びの合理性がサンフランシスコですね。要するにムーグとかの東側は、最初のオシレーターからいらないものを引いていって音出すっていう効率を狙った元祖コンセプトなのに対して、ブックラは変調元を積んでいってから、最後のオシレーターって並びだなと。加算ではないです。変調です。上半分の音源と下半分のコントローラーをキャビネットケースに入れてネジ止めしたものをってのがイーゼルの正しい解釈だとして、そこから自分用の理解として分解をしていく。
EZEL には全部で10個のセクションがあって、有料楽的に言えば10個のモジュールがはまってるとパネルを見た印象で決めてみる。実際のとこはそれらモジュール的なもの全部のどこをとっても役割がグレーっつうか玉虫色なんだけども、とにかくパネルを見た時の印象で大雑把に捉えて決めつけてみる。パネルにプリントされてるグリッド線を何かのセクション枠なんだろうなと解釈して、パネルに書いてある文字はそのままに、その上位のブロック的な名称はあってもなくても自分で名付けてしまう。最初の左上のがシーケンシャルボルテージソース。ステップ C 計算なんだけど、デフォルトが5ステップっていうのが素晴らしいですね。その右側がエンベロブジェネレーター。アタックはアタックなんだけど、サスティンはモードセレクトスイッチ次第で、サスティンがノートオフからのホールドタイム。トランジェントがノートオンからのディケイタイム。ディケイは ADSR 方式でいうところのリリース。減衰時間はそれぞれ 0.002 秒から10秒の範囲。だからサスティンモードでサスティンとディケイのどっちも下げるとリリースタイムが20秒になる。あとはモードセレクトスイッチをセルフにすると、エンベルオブ値が終了したら自分をトリガーするっていうセルフトリガー。無な無常無我ですね。その右側がパルサー。パルサーの実態は下降ランプ電圧。要するに逆のこぎり波ですね。減衰時間はエンベロブと全く同じ 0.002 秒から10秒の範囲で、その信号が一周期の最後0値になったら出力トリガーを生成。結果、元に戻って繰り返すので、パルサーは LFO っぽく使ったりもありだけど、むしろパルサーのピリオドタイムをモジュレーションオシレーターとかランダムボルテージとかで揺らしてあげる。シーケンサーのトリガーセレクトをパルサーにしといて、モジュレーションオシレーターでシーケンサーの再生スピードを揺らしてあげる。そのシーケンサーの設定でパルサーのピリオドタイムを揺らしてあげる。とかですね。モジュレーション側についてるオシレーター、モジュレーションオシレーター。フリケンシのレンジは、スイッチハイが 1760Hz から 55Hz で、スイッチローが 55Hz から 0.17Hz。もちろん下の方は LFO としても使えるし、キャリアに対してのモジュレーターにする場合、モジュレーションのスイッチは、上から外部入力へのリングモジュレーション、コンプレックスオシレーターを AM 変調、コンプレックスオシレーターを FM 変調。このモジュレーターとこの後に話すウェブフォールディングとゲートがパネル上で合体してるっていうのがまさに僕らっていうところでして。
これが E0 の心臓というか、中核というか、ご神体、コンプレックスオシレーター。ティンバーのコントローラーは、赤いつまみのティンバーロータリーコントロールと、赤いスライダーのティンバーオフセットコントロールの2つ。ティンバーロータリーコントロールを回したら、サイン波からターゲットの波形までを中間ミックスして出力するっていう。どの波形スイッチを選択していても、ティンバーつまみが0の時はサイン波で、右に回すとそれぞれの場合を持った波形にモーフィングしていく。マッシブで言うと、ウェーブテーブルポジション的なやつで、その下のティンバーオフセットコントロールを上げていくと、フェージバイオンが徐々に導入されて、オフセットが折り返しながら増加していく。結果、カットオフとレゾナンスが同時に操作されているような感じに。ピッチについては、ポラリティスイッチで入力電圧を反転できると。要するにウェーブフォールディング型のオシレーターでして、ウェーブ7合成とは入力シグナルを変換テーブルに通して別のシグナルに変換することで、ウェーブフォールディングとはそのウェーブシェービングを折り返して波のピークをカットしていくみたいな、これの合体ですね。もっと知りたければこちらとかを。その次、出口としてのローパスゲート。これはアンプというかミキサーというか、2チャンネルの出力系ルーティングセクションでして、足してるような引いてるような感をスイッチングしてからアテネーションするとこです。上の段がローパスを通すか否かのファンクションスイッチ。ローパスフィルターにすると、フェーダーがボリュームではなくて、ローパスを開くことで音を出す。コンビネーションにすると、フェーダーのフェーダー感がさらに薄まって、だんだん普通のミキサーに近づいていく。だから癖のあるアンプとして、かつルーティングのセクションとして機能する。この中に刺さってるのは12デシオクターブのフィルターで、ミニムーブの24デシオクターブラダーフィルターとは、そっか美学が違うんだなと。フィルターバンクとも、やっぱり。モジュレーションオシレーターが内部接続されたコンプレックスオシレーターは、このゲート1からレベル1を通って、チャンネル A に常時ルーティングされてまして、その前提踏まえての下の段がゲート2に何を通すかのゲートスイッチ。ゲート2はゲートスイッチの3択でチャンネル B に接続されまして、フロンプリアンプで、プリアンプからの外部入力。フロンモジュレーションオシレーターで、モジュレーションオシレーターからの直接音。ゲート2ソースに下ろすと、ゲート1の逆走。が、それぞれゲート2に刺さって、チャンネル B に接続されると。結果、ゲート1と合わせて4種類の通路ってことですね。ゲート2ソースは逆走なので、ゲート1の打ち消しにも使えると。で、もともとこのフェーダーには可変抵抗器としてのバクトロールが刺さってまして、バクトロールっていうのは LED と光センサーの組み合わせのことなんだけど、要はローパスゲートのフェーダー上げると、その電圧でなくて電流に応じて LED がだんだん明るくなると。それに光センサーが反応する。そのセットの全体で一つの可変抵抗器として機能するってことでして。一般の可変抵抗器と何が違うかっつうと、バクトロールの場合は抵抗体同士が接触していない、離れてるんで、電圧を上げすぎても歪まないし、減衰特性が有機的っていうか、生命っぽい調味料が温点化されるっていうことになりまして。なんだけど、光センサーもいろいろあるとして、こっちの方は CDS。要するに、硫化カドミウムなんだけど、ローズの発動によってヨーロッパでは使用禁止になってまして、要はウーハーコンの漂白剤問題とか、環境ポリコルとかでも音が変わってきてるってな。その実機での問題をシリコン化によって乗り越えたモノハの刃としてのエミュレーターが、これ。ここがマスターアウト。CV アウトをインバーター通してからピッチに戻すとシーケンスは反転する。ここ実機だと外部コントローラーからの CV インプットなんだけど、MIDI コネクションとしては見た通りのベロシティホイールキーフォローのアウト。
他の CB コントロールアウトは同じ色から同じ信号が出てるんだけど、このランダムボルテージ、白色だけは4つならそれぞれから固有のランダム電圧、要は4種類のキャラのランダム信号が測れてるんで、別々に指すとランダムの動機やら一貫性みたいなとこから離れられるみたいな。金属製タッチプレートの上に外部コントローラーとしてのパラメータが並んでまして、一番左に独立したクロックレート、その右のポルタメントのその右のアルペジエーション、レートを過長域まで上げていくと、その右がプリセットのバイアスに使えるボルテージソース。だからここまで全部の結論として、僕らにはフィルターとしてのフィルターがないっていうか、フィルターセクションが必要ないシンセの完成形ってことですよね。ピアノの88件の気温が 27Hz から 4186Hz。これがピッチを聞き分けられる幅の限界だとして、その気温の外には音色があると。シンセにはピアノみたいな共鳴源ってないけれど、変調があるぞ。まあ、エミュレーターででも、ブックラとムグ触っといた方が結局のところ、他のシステムの飲み込みスピードも全く変わるでしょうね。触るならどっちかではなくて、どっちも。要は最初のとこで、ムーグは原産方式音源の原型、ブックラーは変調系音源の原型って言ってはみたけど、その変調をむしろムーグでやってみるってことが大事で、要は FM 音源ってのはビブラートのことで、リングモジュレーターってのはトレモロのことで、そこに突っ込む片方を電子オフセットすると AM 音源になるんだけど、まずはそれら全部をムーグでもやってみるってことですよね。そうすると他のソフトシンセとかでも、そいつの特定のパラメータが持ってるレンジとかレシオとかデプスとかアマウントとかの味って言ってももはや通知で示せる味がなんか染みたりするんで、その染み方次第でむしろウェブフォールディングの特殊性が染みてくるみたいな。どっちもっていうのはブックラーとムーグじゃなくて、サージと MS20 でもいいし、要は一つでなくて、とにかく元コンセプトが両極なのを同時に。その両極の2種類のをなんならエミュレーターでなくて実機を買えばいいだろうし、僕はどっちも持ってないけど。だけど挙動を理解するのにもっと早いのは自分でシンセ作ってみる。ってことですね、実機を。